トレーダーの皆さん、こんにちは。空飛ぶ投資家クラウドです。今回も深淵なる FX の世界を覗いてみましょう。ということでですね、こちらにお知らせとして書いてあります。次回からですね、リニューアルしますので、今まではですね、FX を中心にお伝えしてきたんですけども、これからですね、拡大して、投資全般に関わるね、情報発信に変えていこうかなと思いますので、今後ともよろしくお願いしますとお知らせになります。はい。で、今回のテーマはこちらです。分析方法とその合理的な活用方法という形に、ちょっと堅苦しい名前ですけどね、分析方法ってどんな分析方法があるの？その分析方法をどういうふうに活用したら最も合理的なのっていうところをね、お伝えしていこうかなと思います。で、このチャンネルではですね、投資全般に関わる知識を発信して、自分で考え判断できる投資家を育成することを目的としています。はい。で、今回はですね、為替に関することなんですけども、為替、全般かな、為替全般に関することなんですけども、FX で、勝ち残るための必要な3つの要素としてはですね、私は知識と手法とルール、この3つを掲げているわけなんですが、主にこの知識の部分をこのチャンネルでお伝えしていきます。で、こちらに書いてある通りですね、気になる方は、FX のトレード手法等はですね、LINE 登録していただける無料で私は全て公開してますので、もし興味のある方はね、見ていただいて、ご自身のトレードに活用していただけたらなと思います。早速ですが、例によってですね、いつも通り穴埋め問題となります。今回はですね、ちょっと簡単なものになると思いますので、結構できるかと思います。ぜひやってみてください。はい、基本的な分析方法は2つですね。はい、ほにゃらら分析と〇〇分析。もうこれ簡単ですよね。簡単。多分わかるかと思います。ほとんどの方がね。はい。で、それぞれの定義ですね。一般的な定義として、ほにゃらら、分析ですね。ほにゃらら分析とは、〇〇な値動きを表したホニャララから〇〇やホニャララなどを把握し、今後の株価、為替動向を予想するものとなりますね。文章で書くとね、ちょっと堅苦しいですけどもね、はい、わかる方はぜひ穴埋めしてください。はい、続いてもう片方ですね。ホニャララ分析とは、将来の取引価格の予想をホニャララや〇〇、ホニャララ〇〇の変化が市場全体にどのような影響を及ぼすのかを分析するものとなります。すいませんね、ホニャララや〇〇ばっかりですが、穴埋めなのでね、はい、ご了承ください。で、文章で書くとね、ちょっと分かりにくいんで、簡単に言うとどういうことなのっていうとですね、ホニャララ分析っていうのは、何々を分析して、ホニャララを予想することですよという形で、一方ですね、もう一個の方はですね、ホニャララ分析というのは、はい、〇〇を分析して、ホニャララを予想することだよということになります。で、一方でホニャララ分析というのは、時間足が〇〇な方が有効です。はい、ホニャララ分析というのは、時間足が〇〇の方が有効というふうになりますね。はい。じゃあ、具体的な活用法としてはどんなことができるのかというとですね、まず1番。はい。まず1番は、ホニャララ分析で、まず〇〇を把握しましょうということですね。で、丸2番。はい。続いて、ホニャララ分析で、〇〇を探しましょうと。で、トレードスタイルで、バランスが変わりますよという形になります。どうでしょうかね。いくつ答えられましたでしょうか。結構今回はね、簡単な問題もありましたのでね、結構答えられたんじゃないかなと思います。ということでですね、これから解説していこうと思います。はい、基本的な分析方法は2つ。これはもう簡単ですね。はい。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析。はい、この2つになります。で、テクニカル分析の中で、裁量トレード。裁量トレードだったり、EA とか、自動売買とかっていうふうにね、それぞれでね、ファンダメンタルズでも裁量でやるのか、自動売買でやるのかっていうのがありますね。はい。で、巷で言うと、情報発信されている方の中でですね、テクニカル分析と EA 自動売買をごっちゃに合わせて考えている人もいらっしゃいますので、そこはやっぱり違いますからね。違いますから。はい。なので、テクニカル分析は、こういう、系統図というかね、テクニカル分析とファンダメンタルズが、対になっているよという形になって、中で裁量と自動売買がありますよという形になりますね。はい。で、私の立場としては、どちらも大事です。どちらも勉強しましょうという形になりますね。で、むしろ私も、ファンダメンタルズももちろんがっつり見ますし、テクニカルももちろんがっつり考えますね。はい。で、トレードスタイルによって、バランスが異なるよということですね。で、こちらのトレードスタイルのバランスが異なるというのはですね、またこれから、以降のね、スライドでお伝えしていきますね。はい。で、一般的な定義としてですが、テクニカル分析とは、はい。
過去の値動きを表したチャートですね。チャートからトレンドやパターンなどを把握し、今後の株価、為替動向を予想するものとなります。はい。ポイントはここですね。まず過去の値動きを表したチャート。チャートというのは、ローソク足のね、表示させてこうやってやってると思うんですけども、あくまでも過去の値動きを表したものになります。過去の値動きを表したチャートから、トレンドパターンなどね、トレンドラインとかね、いろいろ引いたりすると思いますけども、はい、そういうことをしてですね、今後の未来の株価や為替動向を予想するものというふうになりますね。はい。で、ファンダメンタルズ分析とは、将来の取引価格の予想を、需給や、景気動向、金融政策、財政政策等の変化が市場全体にどのような影響を及ぼすのかを分析するものとなりますね。はい。ファンダメンタルズ分析、こういうふうに文字で書くとね、何景気って何、金融政策って何、財政政策って何っていう形でハテナがね、結構いっぱい出てきてしまうと思うんですけども、簡単に言うとですよ、テクニカル分析というのは、チャートを分析して、そこからですね、ありとあらゆる情報を読み取ってですね、将来の価格を予想しましょうということになります。一方でファンダメンタルズ分析というのはですね、経済ですね、経済を分析して、経済指標、経済状況ですね、を分析して、将来の価格を予想することっていうふうになりますね。はい、ここで、皆さん、どういうふうに考えるかというとですね、絶対こう思うんですね。テクニカル分析とファンダメンタルズ分析。ファンダメンタル分析難しそう。はい。ここでちょっと考えてほしいんですけども、なんで難しいと思うんでしょう？何が難しいと思うんでしょうね。はい。はい、ここがですね、結構落とし穴があるんですけども、まずファンダメンタルズ分析って、私のメンバーにもね、いらっしゃいますけども、最初はちょっと私ファンダメンタルズ分析難しくて、ちょっとよくわかりませんという方がね、いらっしゃるんですけども、学んでいくうちにですね、どんどん面白くてしっかりと学んでいただいている方もいらっしゃいますのでね。はい、このなんで難しいのかというのもですね、基本的に知らない単語や、金融経済って専門用語多いわけですから、GDP って何？ CPI って何？アメリカの雇用統計って何？とかね、金融政策って何？とかいっぱい出てきます。それでですね、この知識、知らない単語が多いから、知識が膨大すぎてですね、難しいと感じてしまうんですね。一方で、テクニカル分析はどうですかね。はい。それぞれね、皆さんも調べてきたと思います。ブログや YouTube だったりね、はい。こんな風にチャートを見て、はい。線を引いて、ここからこうやったらここに下がるんだな、みたいな、みんなね、チャートでお絵描きして、こうやってね、やってるかと思いますが、はい。ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析、基本的にはこの2つとなってしまいますので、ファンダメンタルズ分析に比べるとどうしてもですね、簡単に感じてしまうんですね。簡単に感じてしまう。ここが一番良くないところなんです。テクニカル分析もめちゃくちゃ難しいんですよ。めちゃくちゃ難しいんですが、ファンダメンタルズ分析で、知らない単語とか勉強するよりは、こっちで絵描いてこっちでやった方がいいわっていうふうに思ってしまう。つまり簡単に感じてしまうんですね。本当は簡単じゃないのに簡単だろうと思ってしまう。ここが一番良くないんです。はい、もうテクニカル分析もめちゃくちゃ難しいですから、そんなね、一朝一夕で習得できるようなものではありません。はい。で、あくまでもですね、このテクニカル分析とファンダメンタルズ分析っていうのは、私が思うにですよ、ファンダメンタルズ分析は幅広い、金融経済の知識を主にしっかりと学んでですね、これからの長期目線で、どうなるかを予想して投資するものになります。で、テクニカル分析というのは、いわばスキルなんですね。スキル、職人芸なんです。職人技。なので、その職人芸をもう本当に数ヶ月とかで習得できるかって言ったら、そんなはずないんですね。はい。もうトレードスキルなんです。スキル。なので、このスキルと知識の差があるよというところはしっかりと皆さん理解していただきたいところですね。でですね、テクニカル分析、時間足が短い方が有効だよと。で、一方でファンダメンタルズ分析は時間足が長い方が有効だよという形になりますね。はい。なので、期間が短い、トレードするのであればテクニカル分析よりですね、ファンダメンタルズが一切必要ないとはいうわけではありませんよ。はい。でもちろんファンダメンタルズ分析やる方もテクニカル分析の知識が必要ですね。時間足が長い方は、主にファンダメンタルズ分析の、幅広い知識の方が、有効だよという形になります。で、ここにですね、アポフェニアって書いてありますね。これは心理学用語なんですけども、簡単に言うとですよ、人間の性質なんですが、そもそも、例えば、無秩序、ランダムなものに対して、どうしてもですね、人間はまるで何かの規則があるかのように見てしまう性質のことをアポフェニアと言います。
で、よくですね、情報発信されている方の中で、例えば Excel 等でランダムなチャートって作れるんですね。はい。ランダムなチャートをこういうふうにこうなりますよね。こうなりますよね。ここに、三尊ヘッド&ショルダー見えますね。逆三尊ここに見えますね。ここにダブルトップ見えますよね。これどうですか？実際の株価とか為替のチャートと区別できますか？区別できませんよね。はい。なんで実際のチャートはランダムなんですっていう人がいるんですけども、それは全然違う。はい。論理的にまずおかしいですから、それは。それはもうまんまとアポフェニアにはまってます。はい。これはもう以前の動画でね、相場の本質というところの動画でお伝えしました。データで全て出しましたね。はい。時間足が、短い方が有利。ロングの方向でしたら、1週間後の値動きというのはほぼもうランダムに近い状態、ほぼランダムになってしまいます。つまりですよ、簡単に言うと週足を見て、補助線を引いてね、テクニカル分析を使おうと言ったら、そんなの無意味なんですね。アポフェニアです、それは。もう無意味。もうランダムに近いわけなんですから。ランダムに近いわけなんですから、それはもう無意味になってしまいます。ただショートの方ではね、ある程度効くかもしれませんので、そういう意味で分析するなら全く問題ありませんけども、ロングとショートもしっかりと狙うのであれば、以前動画でお伝えしましたけども、1時間足以下でしっかりとテクニカル分析を使ってですね、トレードした方が合理的だよねということをお伝えしましたね。はい。なので、このアポフェニアという言葉をね、ぜひ皆さん調べていただけたら、もっとすごく面白いのでね、調べてみてください。興味ある方は。また、こちらもね、ちょっと別のね、動画でこちらも取り上げても面白いかもしれませんのでね、はい、またお楽しみにという形になりますね。はい。で、具体的な活用法として、まず、丸一番ですね。はい。そもそもトレンドを把握する必要がありますので、まず丸一番は、ファンダメンタルズ分析で、長期のトレンドを把握しましょうということになります。ファンダメンタルズ分析は長期のトレンドを測る上でめちゃくちゃ有効なんですね。はい。ちょっとこれからですね、実際の例を使ってですね、データを使ってちょっと見てみようと思うんですけども、はい。まず長期のトレンドをファンダメンタルズ分析で把握しましょうと。はい。で、丸2番でテクニカル分析でエントリーポイントを探すということになりますね。テクニカル分析については、もう以前の動画でもお伝えしましたが、まずは検証ですね。手法のフィルターを通して、その後にルールのフィルターを通す。エントリーするかしないかのルールですね。はい。で、このエントリーするかしないかのルールの時に、ファンダメンタルズの情報を確認して、トレンドと合ってるかなっていうのを確認してエントリーするしないの判断という形で、ご自身のルールに、このファンダメンタルズの情報もぜひ入れていただきたいと思います。で、トレードスタイルでバランスが変わると書いてありますね。バランスです。はい。お伝えしましたね。例えば、ポジション保有期間が長いスイングトレーダー、スイングトレードされる方はですね、主にファンダメンタルズ分析を中心にですね、しっかりと分析していただいて、で、テクニカル分析、ある程度なんて言うんでしょう、損切り幅は広くしないといけませんから、エントリーのスキルとかね、そこら辺のトレードスキルとしては、ある程度余裕はあるわけですね。きっちりエントリーしなくても、ある程度大雑把にエントリーもできるわけですね。はい。ただ一方で、スキャルピングとかね、時間足が短くなると、ファンダメンタルズ分析の要素はそれほど必要はないんです。全く必要ないわけじゃありませんけども、それほど重要ではありませんが、テクニカル分析でスキルが必要になってきます。つまり、ちゃんと引きつけてエントリーするスキル、スパッというふうにね、そういうスキルが必要になりますので、そのバランスが変わるんだよということをしっかりと押さえましょうと。で、私からお伝えしたいのは、テクニカル分析もファンダメンタルズ分析もどちらもしっかりと学ぶことが必要ですよということをお伝えしたいです。もちろん私もそうでした。テクニカル分析ばっかりやってきましたが、またファンダメンタルズ分析、ファンダもね、学ぶと、また変わりますので、どちらも並行して、学んでいただいた方がより面白いし、他の投資の知識にもね、つながってきますので、ぜひやっていただけたらなと思います。私も FX 以外もオプションだったり、指数だったり、先物だったり、コモディティだったり、いろいろね、投資してますけども、ここでしっかりファンダメンタルズとテクニカル分析学んでおけば、どこにも活かせるんですよ。FX で学ぶテクニカル分析はどこにも活かせる。はい。もう本当応用が効きますので、しっかりとここで学ぶことが必要ですということになりますね。ということで、私が少ないメンバーの中ですけども、コミュニティと言っていいのかちょっとわかりませんが、どんなことをやってるのかというのをね、簡単にお伝えしようと思います。まずですね、テクニカル分析とファンダについて
ですけども、テクニカル分析はこんな感じでですね、週に1回必ずケーススタディという問題を出しています。で、これはケーススタディの通貨の強弱の勉強に使っているものになるんですが、このね、監視通貨、Q 通貨ありまして、ちょっとね、これ隠れちゃってますけども、Q 通貨ってですね、この上3つですね、ポンド円、ポンドドル、ポンドオージで、1時間足になりますね。はい。で、どうですか、皆さん。このチャートを私が皆さん、かねてから、ずっと言ってることがあるんですけど、皆さんはチャートを見てないと。チャートは眺めてるだけだと私は言ってます。はい。See から Watch に変えないといけないんですね。つまりチャートからありとあらゆる情報を抜き取ることができるので、そこの情報をどう読み取るか、どう考えるかをしっかりとチャートを見てくださいということをお伝えしています。はい。じゃあ、さらっとですよ。さらっとお伝えしていきますね。はい。本当はもっと深くまで、ここからたくさんのことをね、もう A4 の4、5枚ぐらい、5枚以上かなになるくらいのことがこれから読み取れます。今度からね。ですから今回さらっとだけ、直近の値動きだけ考えていきますね。はい。ポンド円、ローソク足陽線でした。ポンドドルも長い陽線。ポンドオージーは下落の陰線でしたね。はい。このことからポンド依存ではない。ただポンドは強いのかもしれないな。はい。ポンドが強いけども、オージーがさらに強いんだな。はい。だからポンドオージーは下落して陰線になっている。はい。ということが考えられます。で、一方で、ポンドが強いか、もしくは円が弱い、ドルが弱い。円とドルが揃って弱い。つまりこれって何でしょうかね。はい。リスクオンですね。リスクオンになってんのかもしれないな。ということが考えられるわけです。その過程を前提を頭に置きながらですよ。こちらが OG シリーズになるんですけど、OG シリーズは揃って OG ゾーンで動いてますね。はい。で、そこから直近のローソク足、ちょっとね、皆さん見にくいかもしれませんけども、ローソク足の長さを判断するとですよ。ユーロ OG が長い陰線になんですけども、ポンド OG に関しては、比較的短い陰線。つまり、OG 依存で動いてるけど、ポンドが強かったんだなっていうのがわかります。ポンドやっぱり強いんだなっていうのがわかりますね。はい。一方で、今度はじゃあ円シリーズ。ちょっとね、顔で隠れちゃってますけども、円シリーズは、円シリーズも弱いとなってますね。ユーロはさらに弱いんだなというのがわかります。で、円シリーズが弱い。で、ドルもね、ちょっとドル円見えないんですけども、ドルシリーズはドルが弱いのかなっていうのもわかりますね。はい。なので、この3枚のチャートからね、いろんなことが、9枚のチャートからいろんなことが出てきます。こういう形で、私はね、皆さんにお伝えしているという形になりますね。はい。続いて、ファンダメンタルズ分析ですね。私の、コミュニティというかね、その中ではですね、主に私はテクニカルを中心にお伝えしてるんですけども、ファンダメンタルズに関してはもう担当のね、プロ中のプロが、もうすごい投資家の方がいらっしゃいますんで、その人とね、一緒にやってる2人でね、運営してるんですけども、これがね、各国の政策金利になりますね。はい。上から日本、アメリカ、ユーロにダラダラとありますね。はい。で、変動幅、今までどう上げてきたかっていうところですね。はい。ほとんどの国が上げてるんですね。はい。で、トルコはね、下げてますね。もともと高金利 14% ありますから、はい、14%、もともとね、金利は高いのでね、そこからマイナス 1% 下げて 14% なわけですからね。はい。それはそうですよね。ドルとの金利差をなるべくちっちゃくしたいわけですから、はい、下げて、金利差を近づけようということになります。中国もね、ちょっと下げてますけど、プラスですね。はい、日本だけなんですよね、マイナス金利。スイスを見ると、0.5 は上げてますけど、次回、9月のね、9月22にまた上げるかもっていうところが情報が出てますから、そうするともうマイナス金利を達するわけですね。そういうふうに考えるとですよ、先進国で、金利上げてないのは日本だけ。で、しかもさらにマイナス金利なのも、ユーロ圏はね、ちょっと複雑なんで割愛しますけども、もうマイナス金利なのは日本だけ。それどうですか？これ日本円持ってる意味あります？ないですよね。日本円持ってるんだったら他の通貨で持ってた方が金利利息がつくわけですよ。だったら日本円は売られちゃいますよね。売られて他の通貨が買われる。つまりドル円も含めたクロス円は上昇する方向だっていうことも分かりますよね、これで。はい。で、これが、FOMC と、3月の FMC と6月の FMC のドットチャート。フェデラルファンドレートですね。有名な FF レートと呼ばれるものなんですが、2022年、2023年、24年。で、そこからロングレンジになりますね。3月のドットチャートはですね、こんな感じで、ちょっとベターっと、幅があったんですけども、6月になってですね、もう、ある程度、こんな感じになるんじゃないのっていう目星がね、固まってきたっていう感じですかね。このレートがだいたい 3.45 ぐらいですね。FF レートがだいたい 3.45 ぐらいになるんじゃないのっていう感じの、見込みというかね、そんな風に予想になってますね。はい。で、こういうことをですね、考えながら、アメリカ米国債の利回りを見てみますね。こちら赤いのが10年国債の利回りになります。
青い線がですね、2年ものの国債の利回りなんですね。で、ここで1回もう高値、利回りが高値というかね、はい、高値をつけてですね。で、この値っていうのが大体 3.45 あたり。先ほどの FF レートと、合理的ですよね。合理的に合ってますね。はい。そうなると、今までね、ドル一強でね、ドルがひたすら、ドル買っときゃいいみたいな時代が続いてたんですけども、もう一回ですね、こちらで下がってきて 3.45 しかもつけました。FF レート通りの、大体ね、値につけましたので、もうドル一強の時代は終わったかなと。ここからさてどうなるかなというところになりますね。はい。ここから果たしてさらにドル円が上がるのか、どうなのかっていうところをね、しっかりと、こういう情報から、じゃあちょっと一回レンジになるのかな、みたいな形も、自分でね、考えていただければなと思います。はい。ということでですね、いかがでしたでしょうか。このようにですね、テクニカル分析とファンダメンタルズ分析を幅広く、お伝えしているわけですね。で、7月23日からコミュニティをね、一応リニューアルという形で、しますのでね。で、この YouTube チャンネルに関してもですね、そのブランドをね、新しくしますので、それに付随して、やる内容としてはほとんど一緒なんですけどね、テクニカル分析を中心にお伝えして、そこからもちろんファンダの内容、そもそも GDP って何なのとかっていうところ、投資家による投資家のための、大学みたいな感じのイメージですかね。そういう感じで情報発信をしていきたいと思います。で、はい。で、このコミュニティちょっと興味ある、どんなことやってんだろうみたいな方はですね、今のうちに LINE 登録していただけたら、よりいいのかなと思いますので、ぜひ興味のある方は LINE 登録してください。ということでですね、この動画が良かったらチャンネル登録ぜひしていただいて、高評価、コメントで応援していただけたら幸いです。また次回をお楽しみにという形でですね。はい。興味のある方はぜひ LINE 登録してくださいという形で、ありがとうございました。